ダンスチーム、アバンギャルディをプロデュースしている振付師、あかねでーす。はい。ということでね、バレンタイン当日でございます。皆さんは、チョコレートとかもらった？それとも、あげた？はい。という感じで、私は別に、もらってないし、あげてないでーす。この前、春菜愛さんと久しぶりに会ったんですよ、お会いしてね。もう春菜愛さんはね、結構ほんまに、このラジオにもゲストに来てくださったこともあるんですけれども、もう結構昔からお世話になってて、もう大好きな方なんですけれども、愛さんが昔、大阪で、ジョーダンパブというところで働かれてて、それも結構若い時からずっとそこで下積みしてきたっていう、もう本当に愛さんの古巣のパブが今もあって、そこのお店にお邪魔したんですね。はい。でも久しぶりということでいろいろお話しして、そう、愛さんが客席に普通にいるんですけれども、もう、愛さん、なんかずっとマイク持ってたんですよ、客席におるのに。なんでやろうとか思ってたんですけど、いきなり、バーって言って、ステージ上がり出して、トーク始まって、かと思ったらいきなり、じゃあ今から、松浦綾やりますとか言って、松浦綾のネタをやってて、やば、この人ってなりました。すごいみたいな。で、お客さんも大喜びなんですよ。だってそんなまさか春菜愛さんなんかおると思ってないし。だからいきなり愛さんが舞台で喋り出して、歌い出して、とか口パクして、ネタもうフルで2本やってました。この人ほんますごいなって、全然一人一人お客さんともお写真も撮ってて、すごすぎるっていう。で、こうやって懐かしいパブに行っても、こうやって自分のショーとかをやり続けててすごいし、で、なんかもう私も久しぶりすぎて、で、いろんなお話させてもらったんですけど、なんかノリっていうか、愛さんと喋っている話の中で、知らんけどっていう言葉について、なんかこう知らんけどって言うけど、なんかいつでもかんでも言わへんよな、みたいな話とか、なんか知らんけどトークになったんですよ。知らんけどってなんか言うけどな、どのタイミングで言うかな、みたいな感じの、なんか普通の何気ない話をしてて、でもなんか普通にこう、それも関係ない話とかをもしてる中で、なんか愛さんが、みたいな、みたいな、こう振ってきたんですよ、なんか。何言えばいいんやろってなって、全然出てけへんって、そう、多分ね、私がね、なんか、こう、なんていうの、熱い話をしてたんですよ、この時に。なんかエンターテインメントについてすごい熱い話をしてた中で、愛さんが、って言ってきて、で、何も出てけへんくて、言うよねとか言ってたら、違うやな、知らんけどやろって言われて、やってもうたみたいな。確かにほんまや。ここであんだけ知らんけどトークしてて、で、なんか熱い話した後に知らんけどって言わなあかんのに、私、やっちゃったってなって、もう一日中そっから反省。もうずっといたもん、その後も。まあ知らんけど言われへんかったって。愛さん、もう私も失格や、言うて。大丈夫とか言って、でも言わなあかんな、言うて。ここで知らんけど言わなあかんね。あったもんな、散々って言って、この振りあったのになーって言われました。もう本当に学ぶべきことが多すぎる、やっぱり愛さんってありましたけど、本当に悔しすぎて、これがもしもですよ、さんまさんの番組とかで、さんまさんってそういうのすごく、あれじゃないですか、あの時にあれ言わなあかんとか。そうで、やったらもう終わりですねって言って、さんまさんに、これ私言ったらもう、干されません言うて。でもほんまにちょっとなんか突然出なかった。嫌になっちゃったね、それが。ちょっとまた愛さんにそうやって一つ勉強になりました。ありがとうございます。本当になんか、もう大尊敬する、大好きなその先輩というか、ありがたいです。ということで、そう、春菜愛さんにもね、実は私はね、振り付けもしたことがあったりするんですよ、ということで、今日の1曲目は、その春菜愛さんの、素敵な曲を一発目に流したいと思います。では、春菜愛で、なるほどザ・ワールド。でもめっちゃタイミングってなんか、何でもかんでも LINE をする話じゃないよなとか、なんかほんまにそんな話してて、で、その後に真面目な話した後に、
知らんけどっていうのとかですよ。でって振られたんです、さんまさんみたいに。怖い。怖かった。怖かったんです。FM 大阪あかねクラブ、振付師のあかねです。さあ、次の曲。今日はもうバレンタインということでですね。そうだな。なんかね、話せないもんだ。じゃあ、この曲を流したいと思うよ。日本語訳では、大丈夫かな？ラブソング。いける。これはラブソングだ。完全なるラブソングでいきたいと思います。TLC で、Baby Baby Baby。あかねクラブ。FM 大阪あかねクラブ振付師のあかねです。それでは、アバンギルディの、おかっぱと、何がということで、本日のメンバーはこのお二人です。自己紹介お願いします。フーカーバンギャルディと、ハルナバンギャルディです。お願いします。はい、ということでね、今日はバレンタインデーでございます。はい、バレンタインチョコレートはもらえたのかなみんなは。ね、どうかな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 はい、ということでいかがお過ごしですかって感じなんですけど、どうですか最近は。最近はい、リハリハリハ何何昨日なんですけど、昨日リハ帰り、リハ帰り、フレッシュな。キャリー持って、電車帰りの電車乗ってたら、寝落ちしちゃって、寝落ちほんで、目覚めたらキャリーがなくて、やばいや。あれどこって、キャリーバッグショーも入ってたから、おいおい、なんだよってなったら、うん。電車の通路で私のキャリーバッグが行き来してて、どういうことだからキャリーが一人でに転がってってて、それ他のお客さんは捕まえてくれてなくって。一人でうろちょろしてたこと、キャリーが。ありますかうろちょろしてて、懐かしくなって、どうするそれ。しれっとキャリー持って降りました。さあ、なんていう、電車ってこうさ、はいになってるやん。そんなん通路行ったり来たりで済む。そう、通路行ったり。誰かの膝でバーンとか当たったりしちゃう。で終電間近で、結構人がない時間帯で、ちょっと焦ったっていうエピソード。疲れてるってことですね。疲れや。めっちゃ焦りましたね。それは、でも何もなくてよかったですね。はい他の方がね、被害をね、加えてなくてよかったって感じですけれども。気をつけます。はい。はい、ということで、じゃあメッセージが届いているのでご紹介したいと思います。はい。はい、ラジオネーム、滋賀県のパパちゃんマンさん。はい。もういつも呼んでしまう。呼んでしまうんですよ。パパちゃんマンの。さん言ってたの聞いそうやね。なんかな、読みたくなる。いい質問なんや。そう。うちの5歳の息子の最近のお気に入りは、ファンクラブイベントで購入したフェイスタオル。あれだね。顔がいっぱい乗ってる。誰が使うねん、こんなんっていう、ちょっと奇烈なタオルですね。それを購入していただいたみたいで、いつも使っていて、アバンゲルディのお姉ちゃんタオルと名付けて愛用しています。いいな。で、皆さんは子供の頃にお気に入りでよく愛用していたアイテム、または大好きでよく今も愛用しているアイテムはありますか？ありますか？なんか、それこそさ、なんか、よく遠征と海外とか行きはるじゃないですか。そこで絶対もう気に入りすぎて絶対持っていくとかもあるんですか？私は、アバンギャルディの香港ポップアップで出た、アイマスクあれを絶対持ってってます。そうなんだ。ふうかさんは？そのグッズとか全然関係ない。自分のお気に入りのめっちゃふわふわの気持ちいいタオルがあって、それを枕に敷いて寝るのが、なるほど。だからよく持って行ってます。子供の時は？子供の時、私は、ふうかさんは？キャラクター、しまじろうっていうキャラクターが昔大好きやったみたいで、お人形2個ぐらい両手に持って、もうずっと離さなかった。両手にしまじろう持ってもずっと離さなかったみたいで。
そうです。ちっちゃい時の写真見返したら、しまじろうばっかり写ってる。キャラクターつながりで言ったら、のんたんのなんだ。ぬいぐるみはお気に入りでしたね。私もぬいぐるみ持ってたんですけど、はい。私ノーブランドというか、ノーキャラクターで、なんか、クマ、でも3人ともクマやったんですけど、名前が、一番上の子は、クーかわいいやん。かわいい。二人目がコロ。これ、この。でも三人目がミク。めっちゃなんか人間。人間入ってる。そう、ミク。だからその三人とずっと一緒におった。へもうほんまに今でも名前忘れへんから。そうそう。おったなと思って。全員クマで、そのノーブランドっていうか、そのなんかキャラとかではない。はい。私、なんか、よくわかんないんですけど、はい。実際に存在しない、はいなんか空想の、なんか、ペットとずっと一緒に過ごしてたみたいで、ちっちゃい時に。イマジナリーの。そう。すげえ。何も見えてないのに、うんとか言って、毎日する。から私もそれ聞いて怖いと思って。でも、毎日ほんまにお買い物行く時もずっとお家の中でも、一緒にいたみたいです。びっくりしました。イマジナリーって言うん。イマジナリーのお友達。どうなんやろみんな、ね、ちっちゃい子とか、そういう子おるんかな見えてるんですね。すごい。見えてたんじゃない多分。こんな、なんかゆきちゃんって言ってたみたい。ゆきちゃんやったかなそんなんやった気がする。すごい。でもなんかテレビとかでよくある感じやでな。なんかモニタリングとかでさ、それこそ、乗り移って喋るみたいな、わからんけど。確かに。すごい。そうなんですね。ということで、ありがとうございます。じゃあ、ここで曲いきたいと思います。はい。じゃあ、風花さんに曲、はい。お願いします。今日はハッピーバレンタインということで、 Yes. そう最近聴いてるザ・バレンタインの曲なんですけど、はい。ノアさんのバレンタイン決戦という曲です。で、この曲は、最近とかいつもよく TikTok で見てるんですけど、よく流行ってる曲かなと思ってこの曲を選びました。じゃあ、ノアさんでバレンタイン決戦です。FM モスカーカネクラブ振付師のかねです。本日のアバンゲルディのカッパトークは、風花アバンゲルディとハルネアバンゲルディです。お願いしま全然関係ないんだけどね。はい。体が痛いんだよな。なんでですか？さっき、ピラティスに行ってきたんだ。そう。実は私も今日ピラティスに行ってきました。風花さんを今ちょっと紹介してそうなんですよ。たんです。ピラティスって知ってます？でももちろんちょっとどんなんか、なんか、でっかい、すごいマシーンで、でっかいすごい鍛えるみたいな、鍛えるみたいな。まあまあまあ。思ってました。でも、どういう想像してます？なんかしんどそうなのか。なんか、しんどそうです。なんか、軸を整えるみたいなって聞いたことが。そうです。大正解。が治るんですよね。そうですね。伸びるとかって聞きます。そうです。本当に。伸びるんですか？はい。へめっちゃ皆さんにお勧めしたい。はい、なんていうんですか。もう本当に、ダンスやってるとかやってないとか関係なく、もうみんなにお勧めしたい、このピラティス。きついですか？正直ね、私でもさっきほんまにたった今行ってきて、この収録前に。お腹が今日すげえいじめられたんで。すごい言ってるんだ、いじめる。やばいです。お腹の腹筋。で、足ね、背中がちょっと硬くて、なんていうか、ローリングができないんですよ。背中をこう、ロールダウンとかって言って、まっすぐ起きてる状態からこう、ゆっくり、頭から下げて、こう、背骨がぐるーっとこう、床にこう、倒れていくみたいなのが、もうほんまに折りたたみのその携帯みたいなぐらい背中が曲がらないんですよ。だから、腹筋とかが普段できなくて、自分で。バランス倒れちゃう感じ。そう。だけど、そういういろんなボールとか、マシンを使って、本当お腹を鍛えて、腹式呼吸とか、そうしてやるんですよ。で、体、もう私の場合はほとんどもう今だったらパソコン作業とか、ほとんど踊ってないんで普段。確かに。よくないんですけど、
だから、そういうこともあって、なんかたまにちょっと振り付けで踊ったりするだけで、もう一週間ぐらい筋肉質取れなくて。一週間すごい。そうなんです。結構やばい体なので、それをまあ改善するためにも言ってて、行き始めてから私もうずっともう2年ぐらいになるんですけど、長いですね。整骨院に行くことがなくなりました。あんなに、なんか、そう、腰痛、たのに。そう、腰痛がすごかったんですけど、移動も多いから。全く。すごい。どうですか風花さんは。でも、私めっちゃ反り腰なんですけど、一番初めて初回で行った時に、写真を始まる前と後にもらうんですけど、始める前はすっごい反ってて、めっちゃ曲がってたんですけど、初回やのに、ピラティスのレッスン終わった後はマシになってて、反り腰がちょっと治ってて、なので、これはすごいと思って、続けたいと思って。だからちょっとぜひ、なんか、はるねさんもぜひ行ってみてくださいよ。入会しますね。今ですね、一旦体験ですね、やってみてほしい。ぜひ。本当、腰痛とかで困ってる方とかも、ほんまに改善されて、立ち仕事が多い人とか、同じ姿勢でずっといる人って、自分でどうにもできないことがやっぱり多いから。そうなんです。楽な方にやっぱ行っちゃうから、ぜひっていう関係ない話でした。でも本当ね、なんか意外と私はちゃんとメンテナンスをするので、体も。そう。だからぜひ皆さんも大事だよって。はい。ちょっと汗かいて、やりましょうっていう感じでございました。はい。ます。じゃあ次質問じゃないわ。メッセージです。はい。ラジオネーム愛知県のアポロさん。先日のミステリープラネットの放送を楽しく見させていただきました。そうですね。ちょうど1週間ぐらい前かな。はい、放送されましたミステリープラネット。そこでですね、松田源太さん、トラビスジャパンの松田源太さんのダンスの覚えの速さは存じ上げていたのですが、改めてあの番組の継承で想像以上の凄さを感じました。はい。ところでアバンギャルディのメンバーでは誰がダンスを覚えるのが早いですかっていうことなんですけれども、はい。この度ね、この松田さんがすごいっていうことが分かり、はい。私たちアバンギャルディもできるんじゃないかなんて思いながらね、はい。検証企画として YouTube にね、動画アップされているかと思いますが、はい。やってみました。やってみました。松田源太さんは、アバンギャルディの、アメリカズ・ゴット・タレントの、作品、はい、アイドルという作品を覚えてくださって、はい、約34分、はい、という驚異の時間で1番をすべて覚えられたということでございました。はい。で、なので、私たちも同じ条件でということで、トラビスジャパンさんの曲、ジャストダンスで、映像を見て覚えるっていう、やってみましたけれども、どうでしたか？正直、アイドルを34分で覚えられちゃったのは、すごいと思ったんですけど、見返したら悔しいな。そうだよな。あれ難しいんだよ。3時間はかかると思っちゃって。なんか正直言って、私のダンス、難しいんですよ。自分で言うのもなんですけど、簡単にできないなっていう、それぐらいリズム感がちょっとやっぱ、難しいで、一定じゃないので、イレギュラーなリズム感とイレギュラーな動き方をするので、なのに34分。悔しいです。と思って、今回 YouTube、はい、頑張りましたよね。頑張りました。はい。どうでしたか？風花さんがちょっと正直ピックアップされて、一番踊れてなかったって私が示しちゃったんですけれども、どうでした？すごい、焦りましたね。できなさすぎてって、覚えれなさすぎて。実際さ、松田源太さんは、チャンクごとに覚えるっていうか、その部分ごとブロックを自分で決めてみたいなことをおっしゃってましたけれども、なんかお二人は覚え方とかあったんですか？いつもどうやって覚えてるみたいな。音？津田さんも、なんか、隣で、タン、タン、タカタカタンって言って、なので私たちもそれを見て、そうしたらいいなって。そうです。活用しました。でもなんか
多分、アイドルも、多分聞き覚えがあるし、ジャストダンスもめっちゃ聞き覚えあるやん。はい。だからそこは結構多分、同じ条件で、でしたが、アバンギャルディは、全然、34分では結果覚えられず、はい。ちょっと、がっかりという結果になりました。そうね、踊れたんで。いやいや、踊れたもちょっと定かじゃないんだけど、まあ実際は44分かかってしまったということでしたけど、まあ本当しっかり頑張ってほしいな、なんて。なんか、普段は、だから言ったら我々もこういうことしてるじゃない、振り付けをパッてやって3分で覚えて、はい、列後撮影みたいな。てか普通に普段してんじゃないリールとかして。ますね。けど、なんか訓練してるのにやっぱり、なんかいつもとなんか、ジャンルってそうだねなんか、いつもと違う踊らない動きが全く頭に入ってこなくて、体もそれ思い通りに動かなくて、なかなか覚えられなかったです。という言い訳です。言い訳ですね。言い訳にしてほしいんですけど。言い訳もうはい、ちょっと、今後はしっかり頑張ってもろてって感じでございますね。はい。練習します。はい。じゃあ、次の曲に行きたいんですが、次は、じゃあ、はいふねさん。はい。私もバレンタインなので、バレンタインの曲を持ってきました。はい。何ですかPerfume さんのチョコレートディスコです。まあまあまあ。まあまあまあ。もう今日とか多分 FM 大阪めっちゃ太ってたんちゃうじゃあちょっと違うの。いや、もういいよ、いいよ。いいよ、もう。まあ、もう、定番ですからね。じゃあ、はい。これではい。いきたいと思います。これね。バレンタインのね。はい。強いな、やっぱチョコレート。メッセージ。ご紹介します。はい。ラジオネーム熊本県の孫さん。はい。いつもたくさんの感動をありがとうございます。質問なんですが、毎週ラジオではいいろんな曲を紹介してもらってますが、皆さんは好きな曲は歌詞に惹かれることが多いですか？それとも曲の雰囲気とかで好きになりますか？そうね、二択。究極の二択だね。雰囲気かもしれない。曲の雰囲気。じゃあ一緒によ。せーので、曲の雰囲気。曲みんな曲か。雰囲気。一緒やったな。曲だよ、曲か。あと私は MV? かっこいいとか、可愛いアイドル、K-POP アイドルとか好きなんですけど、可愛いと思って。お気になります私ね。も、実はあんまり歌詞をちゃんと意識してないんですよ。そうなんですか？意識してないっていうか、もう好きってなる曲は全部曲の、メロディーのラインしかって感じです。それを振り付けしようとしてもメロディー。そうですね。ちょっとしたらもうそれ以外ないです。歌詞っていうかもう、普段から音楽聴いて好きやなって思うものは、だから曲のメロディーの雰囲気なので、あんまり歌詞は意識してないんでもです。確かに、イントロ最高やーとかな。確かにそうなんですよ。イントロなんや。イントロ、基本イントロめっちゃ大事で、イントロがない曲とかも最近普通ですけど、私はやっぱもうイントロ命。イントロに全てが。っていうのと、あともうほんまに一番の好みは半音が上がってる系。半音上がり出したら、うわってなる。ドキしちゃうの、心臓が。そう。あとはまあなんか自分が子供の時からだんじりやってたから、やっぱ低い太鼓の音がやっぱ心臓に来るのがすごいやっぱり好きなので、やっぱ低いローの音がこう響かせるような曲がやっぱ好みです。だからそれで言うと、ほんまに小学校とか中学校の時なんかずっとレゲエ聴いてたんだよ。やばいですよね。すごい。小学生でうん。すごい。大人。大人なんかわかんないけど、だから、この曲よりも、もうレゲエばっかり聴いて、ボブ周りとかばっかり聴いて、やばい子。でもなんかそこに、だからあんまり歌詞とかは、確かに、洋楽とかばっかり聴いてたし、でもそれでもなんかあんまり歌詞には、注意がいってなかったかも。でも、この年になって、なんとなくその歌詞のイメージとかってすごい大事やなって思うし、でも、ふうかさんはも曲？私も曲です。どういうのが好きになったりする自分は。難しいなぁ。なんか、ほんまにいろんなジャンルの曲が好きやから、難しいんですけど、
でも結構私は、なんかめっちゃ可愛いアイドルみたいな、可愛い曲が好きなので、なんか、歌詞っていうよりも、なんか、可愛いキラキラした感じイメージある。あります。確かに。ここのラジオでもめっちゃかけてるのは、いつもアイドルソングやな。アイドル多いですね。確かに。はるねさんは私は、どういう系統？やっぱり K-POP が好きです。ああ。K-POP のどういうとこが好きなの？なんか、可愛く歌ってるけど、んラップで、あラップね。はい確かに。高低差が確かになんか昔ラップとかってあんまり、なんやろ、海外の人はよく歌ってるイメージだったけど、はい今ほんまに、K-POP とか、まあ日本のアイドルとか、アーティストも結構ね、好き。はい。ラップ主流なことが多い。ラップとダンス、はい。セットになってることが多いんだ。あ、じゃあなんかそういうのが、やっぱ曲ですね。はい。 3人とも曲でございました。はい。ということで、じゃあ、お知らせとかあったりしますか？はい。お知らせうん。は、あ、これですよ。映画パリピコザ・ムービー出演決定。イェーイ。そうなんですよね。2ヶ月後だ。の4月25日金曜日公開の映画パリピ孔明ザ・ムービーにアバンギャルディが本人役として出演することだって言ってますけど、どういうすごい本人役アバンギャルディとして、すごいパリピ孔明ザ・ムービー。ね、そうですね。去年のそれこそ撮影があったりして、はいほんまや、めっちゃ懐かしい。そうや。去年撮影して、でも、どんな風に出るかだよね。でもこれめっちゃすごくってありがたくって、なんかそのホームページにももうね、はいアバンギャルディって写真と、ね、役として出てるので、で、さらには、劇中の音楽バトルフェス、はい。ミュージックバトルアワーズ 2025? はい。はいでは、インディーズバンド、ジェットジャケットのギターボーカル、りょうとコラボ。はい。これはりょうっていうのは、森崎ウィンさん。はい。はい。で、コラボしたということですねそうで。す。そちらどんなものが見れるのかっていうことでございますよ。でもすごい、ほんまに、ね、うん楽しみね。どんな風に。これは、女優デビューと言ってもいいんですか？いやいやいや、ちょっとそれは、ダメかな？かっこ女優とか。いや、わかんないです。これは、でもわかんないです。どういう演技があった確かにのかうん、それとも、どういう出演の仕方してるかですね。それによってやっぱみんなが女優として認められるのかどうかが出てきますね。はい。まあでもちなみに、私も女優デビューしてますですから。よね。はい。まあちょうど先週ね、見ましたよ。金曜ロードショー。金曜、土曜プレミアか。はい。はい。出てましたけど。録画して、あそこのシーンは何回も見返して。ありがとうございます。私、飛んで埼玉、2になる、うん当たりますね。なんて言うんでしたっけ。何琵琶湖より愛を込めて。ああ、そう。なんかね、出て、出てます。でも、ほとんどの人にあれ、私って気づかれてる。ほんと。買いました。だし、なんか一応ちょっと X もチェックしたんですよ。はいなんか書かれてるかあら。なので一応ね、エゴさしたら、チャーリーとチョコレート工場あのシーンだとか、これよく、なんか OK 出たな、みたいなことを言いましたけど、本当にそれ以外書かれてなかったです。残念。悲しいけばよかったな。あかねさんとか、誰も、あかねスペース、飛んで埼玉。もう全然、誰も。誰も。じゃあ今から募集しましょう。もうええわ。もうええわ、全然。いいね。もうそうで、私でも映画デビューしてますから。ねじゃあ今回、4月25日ぜひ見に行ってほしいです。そうですね。まあどんな出方をしてるのかっていう女優と見なされたら、ぜひ見てください。ということでございます。楽しみにしててください。そして、はい。他には、そう、さっき言ってたね、YouTube はい。公開されてるはずなので、で、はい。ちょっとね、まあ面白くなってたらいいなみたいな。私たちもめっちゃ、ちょっと待ってください。何よ。何を言おうとしたの何を言おうとしたのちょっとわかんカットでお願いします。そうなの。気になる。他にはもうないですかね。 2月16日日曜日。じゃあ、ナイトテンポあってじゃん。 20
2025うん。に、そう、今日ね、なんとね、バレンタインの日にね、彼は誕生お日。誕生日。そう。ナイステおめでとうございます。来てへんけどな。おめでとうございます。そうなんです。だから、バースデーのイベントみたいなことでもあるので、はいぜひ皆さん見に来てください。はい。やば。ほんまや。もうやば。えそっか、これもあるから。うん。やばい、ネタを。やばい、ネタ。間に合うか。やばい。ちょっと、そう。これのためにネタを用意してるんで、うん。ちょっとやばいです。頑張らないと。頑張って。はい。あと2日で、やばい。単純に冷静にやばい。いつもギリギリ。はい。頑張ります。はいということです。はい。さあ、ということでございました。あっという間のお時間でございましたけれども。はい。まあ、ライブツアーもございますしね。はい。はい。サードライブツアーございますから。はいそのために、リハーサルも引き続き頑張っていきましょう。頑張ります。頑張ります。ということで、本日のおかっぱトークは、風化バンギャルディと、春菜バンギャルディでした。はい。じゃあ、お別れに一曲ということですけど、まあなんかさっき、なんか曲、なんか好きな曲とか、うん惹かれる曲みたいな言ってたんで、雰囲気で好きな曲とか雰囲気であります最近、急上昇。最近出たんかなはいいですか私で。いいです始めていいんですかお願いします。IVE で、あーアチチュードです。聞いたらわかんかなこれかなわからへんでな、そう言われたらな。聞いたらわかるかも。聞いたら別れた。どういうところに惹かれてるんですか、この曲。やっぱりこれもうん、高低差が高低差ございます。可愛いけど、決めてくるっていうあーところがお気に入りです。いや、そこに注目して聞いてください。はい。どうぞ。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。 Dress up to impress, but I'm impressed.